本日は2024年の11月17日です。で、今、ウクライナのキエフにいるんですが、前回の動画でもお話しした通り、今日、ウクライナをね、出国して、陸路でポーランドに出ていきます。で、滞在中、一回もですね、空襲警報とか、キエフにいる時はなくて、すごく平和だったんですけど、昨日の夜遅くからいきなり空襲警報がちらほら鳴るようになりまして、夜中も鳴ってました。で、先ほどからね、なんか大きな爆発音が、ボツボツと1時間に2回ぐらい聞こえる感じで、ずっと外見てるんですけど、この自分が見える範囲では、なんか煙が上がってたりとか火が出てるっていうのはなくて、ただ音がたまにすごいします。今結構景色は暗いと思いますけど、今朝6時40分ぐらいです。で、この後ね、ホテルで朝ごはんを食べて、で、昼のバスに乗ってですね、約16時間40分かかるんですけど、ポーランドの方に出国していくんで、行きに到着した、キエフセントラルバスステーションの方にも移動していきます。とりあえずまだね、暗いんですけど、先ほどから空襲警報が鳴ったりしてるんで、ちょっと今怖いですね。今ミサイルの音がしました。今飛び出てきたんですけど、だいぶ距離はありそうですけど。ということで、冒頭ちょっと物々しくなっちゃいましたけど、はい、今ね、こういう状況になりました。私が、キエフに入った時はね、全然そんなことなくて、昨日一日ね、街歩きもしたし、それまでね、オデッサでのミサイル攻撃以外は、すごい平和だなと思ってたんですけど、昨日の夜からいきなりね、空襲警報がずっと鳴ってまして、で、今日の朝もね、夜中から爆発音がすごい聞こえるようになって、で、明るくなってきたんでね、さっき外見てたら、ミサイルをね、ミサイルかドローンかわかんないですけど、迎撃してる瞬間とか、はい、ありまして、で、僕が今まで気づかなかっただけかもしれませんけど、ちょっとね、雰囲気変わりましたね。ホテルの中も、スタッフの人たちも、みんな顔が険しくなったかなっていう印象があります。とりあえず今からホテルの朝ごはんを食べて、で、チェックアウトして、で、バスの時間がですね、お昼の13時30分発で、行きに到着した、キエフセントラルバスターミナルに今から、配車アプリで車でね移動して、あそこね行ってしまえば売店もあるしカフェもあったしケンタッキーもマックもあったんで、ちょっと時間の間ねマックとか食べて昼ご飯食べてね時間潰したりしてゆっくりしてから行こうと思います。はい。あとはちょっと今攻撃を受けてる、最中なんで、よっぽどか大丈夫だと思いますけど、ちゃんとね順調に進んでいくのかっていうのも心配ですけど、ちょっと大変なのがそのバスの所要時間が16時間40分です。自分の人生の中で一番長い時間バスに乗るかもしれない。多分そうだと思います。日本のね、最長高速バスっていうのが博多号といって東京から福岡博多まで行くやつがあるんですが、あれが14時間ぐらいだと思いますので、それよりも長い、時間、移動になります。これからね。はい、それではチェックアウト前に朝ごはん食べます。昨日とちょっとメニューが違いますね。鶏肉とかパスタもありました。サラダ、はい、こんな感じです。もうまともなあったかい料理はもうしばらく多分ポーランドに着くまで食べれないんで、16時間40分耐えないといけないんでね、バスでしっかり食べときます。それではボルト呼びました。もうあと1分で来るそうです。これが最後のキエフの街か。ということでセントラルバスステーション到着しました。私が一気に到着したところですね。横にマクドナルドがあるところです。このマックでかいですね。バスに乗る前にね、食料とか飲み物買いたいって人はもう全然ここに全部揃ってますから、薬局も目の前にあるし、コーヒー屋さんやらコンビニみたいなところから食べるところもあるんで、 ATM もありましたし、今回フリブナですね、ウクライナの通貨、下ろしたんですけど1回も使ってないです。現金1回も使ってないわ。こちらのオレンジ色の看板がミニマーケットで飲み物とか売ってて、ケバブ屋さんがあって、でコーヒーショップとかあって、でこのマックが異様にピカピカで多分新しいんでしょうね。でかいんで、今からマックでね時間潰そうと思ってるんですよ。
今日はすごい天気がいいですね。滞在中ずっと曇ってたんですけど、まあいいや、とりあえずちょっとマック行きましょう。さっき朝ごはん食べたばっかなんですけど、ちょっとこの先ね16時間、飯を食う時間っていうのは多分ないと思うんですよ、泊まってね。なんである程度お菓子とか、日本からね正直持ってきてたんですよね、ゼリーとか。こういう国なんでやばいかなと思って、それもまだあるし飲み物も持ってるんで、でも一応ちょっとマックでウクライナマック食べときたいんで軽く食べましょう。めっちゃ広いですね。テラス席もこんなあるし、中もすごい広いです。中入りました。すごい先進的ですね。タッチパネルでオーダーできるはずです。一応英語とウクライナ語があるのかな。イートイン。やっぱりロシアの偽物マックとは違いますね。どれにしようかな。ウクライナっぽいやつがあれば、でもないか。だいたいチキンとか多いのかな。ラップ系が結構あるんじゃないかな。こういうラップ系が。プラムシナモンパイとか日本にはなさそうですよね。あんま他の国の見たことないですね。あとシェイクとか甘いものすごいいっぱいありますよ。チェリーパイもある。チェリーパイもうまそうだね。迷うな。それでは人生初のウクライナマック今注文しました。フィレオフィッシュセットに、あと単品で、シナモンプラムパイと、ホットコーヒーを追加しました。でドリンクはゼロコーラのラージサイズ。てか最初からラージサイズでした。はい。でこれでね全部で1000円ぐらいです。1070円ぐらいだったかな。今即時決済のあれが来てたんですけど、クレジットカードで支払いました。なんで多分ね日本と同じぐらいの価格帯だと思います。べらぼうに高くないですね。よっぽどか他の国の方が高いですね。マックも割と標準的な値段かな。今回はフレオフィッシュを頼みました。なんかご当地ウクライナ系のバーガーっていうのがよく分かんなかったです。多分ないと思います。ビッグマックとかそういうのはありましたけど、普通のやつにしました。ウクライナマック初めてですけど、このお店はねめちゃくちゃ綺麗、広いし、あとねトイレもあります。で注文した人はねトイレ入れるみたいです。さっきトイレだけ入ろうとした人は止められてました。レシートとか持ってればいいんじゃないですかね。あっちのターミナル有料ですからね。はい、じゃあちょっとウクライナ最後の食事マックになりますけど、いただきます。ロシアでは食べることができないマクドナルドのポテト。日本のマックと同じ味だ。なんか食事のねクオリティが全て高い気がする。ウクライナファストフードも含めて、あと提供速度も速い。昨日ねウクライナ料理のレストラン行ったりとかしましたけど、すぐ出てくるで熱々焼きたてっていうのが多いかな。あと今回思ったのはサラダとかね、料理の盛り付けがすごい丁寧です。でこのマックのこのフィレオフィッシュですらくしゃくしゃになってないですもん。ちゃんと包み紙も入ってるし、箱に入って包み紙も入って、でパンもこれ今超熱々なんですけど、なんかすごいな。今まで行ったヨーロッパの中で一番丁寧じゃないかな、仕事が。そう思いましたね。やっぱ飛行機とか船とか車とかもね作ってる国だから、そういうなんか仕事ができる人が多いんじゃないかな。ロシアよりも全然雑じゃないと僕は思いました。はい、あとはウクライナ限定、本当に限定かは分かんないけど、シナモンプラムパイ、これも熱々だな。サイズ感とこれは日本でも一緒ですね。ちょっとじゃあ食べてみます。桃のね香りがしてプラムの匂いですよね。甘酸っぱくて、でシナモンがっつり効いてますね。俺シナモン大好きだからすごい美味しい。さすがに戦争中なんでミサイル攻撃とかその部分で怖いなと思うところもあったんだけど、滞在は本当素晴らしかったですね。物価も正直タイと同じかなって思いました。大体ね今タイが1バーツ 4. 点いくらですよね。でウクライナは1フリブナ 3.8 ぐらいなんですよ。だから計算するときもかける4ぐらいで考えれば計算しやすいですし、で自分が頻繁に使ってた今回のボルトとか配車アプリですね、あれもねなんかタイと同じぐらいの金額ですね。さっきのホテルからここまでも400円かかってないですね。
でクレカ使えるし、すごい過ごしやすいですね。で仕事早いです、皆さん。テキパキやる、で笑顔だから、日本人の人が行ったらね、すごく快適に過ごせるんじゃないかな。ロシアも良かったですけど、すごいいいわ。とりあえずまだバスまで時間があるんで、今テラス席に来ました。コーヒーの入れ物めっちゃ可愛いね。今日はもう天気も快晴でポカポカあったかくて、昨日までのね寒さはどこ行ったんだろうってぐらい、ちょっと腕まくりしないと暑いぐらい、もう春みたいな感じですね。最終日なんかすごいいい天気で嬉しいです。コーヒーもすごい美味しいわ。量もパンパンに入ってるからね。テラス席ならタバコが吸えるんで、皆さんねコーヒー飲みながらタバコ吸ったりスマホいじったりしてます。Wi-Fi も使えるしね。いやここ最高ですね。いいなこのマック。それではターミナルに来ました。知らなかった、3階ホテルになってるんだね。ラウンジとかもある。ラウンジっていうか多分待合だと思うけど、2階がそういうのがあるんだね。でここが1階なんですけど、SIM カード屋さんとか、あとケンタッキーもあそこにありますね。でこれがバスの時刻表かな。で乗り場はこっちですね。お店いっぱいあります。こちらのトイレ有料ですね。10フリブナかかります。多分これクレジットカードでいけるんじゃないかな。バスターミナルのトイレ有料なんで、もし利用される方はお気をつけください。ターミナルの上がですね、チケット売り場と、このラウンジスペースとは書いてありました。あとお店もありますね。でこっちがチケットカウンターですね。でこちらがバスの乗り場ですね。あそこにね VIP バスあるんですけど、 VIP クラス、ああいうのはねウクライナの外に出るやつないんですよ。3列のやつあったらね最高だったんですけどね。あとはねモルドバでもあったんですけど、このちっちゃいマイクロバスみたいなやつ、これはねなんか個人の人がやってるのか、バス会社がやってるのか分かんないですけど、なんか乗り合いでバス会社を多分通してんのかな、分かんないんですけど、なんかあそこに行くけどみんな乗るかみたいなやつです。こっちの方が多分安くて早く行くと思うんですよね。でこれでワルシャワまで行ってくればいいんですけど、ワルシャワ行くやつはないんですよね。すごいですね。このバスイスタンブールに行くんですね。陸路でイスタンブール、ロマンがありますね。とりあえずバス乗り場で待機しておきます。あと20分ぐらいでバスが来ると思います。意外にもフィリックスバス多く止まってますね。さっきも見せましたけどイスタンブールも行き先としてありましたし、チェコもありましたね。なんで結構キエフまではバスであれば割といろんな国から来れるんじゃないですか。ポーランド、チェコ、イスタンブール、もちろんモルドバ、今それぐらいはありましたね。それでバスが到着しました。こちらのフィリックスバスです。ワルシャワ行きです。でこれワルシャワ空港に行くんですよ、最終的に。だからそこまで行きます。ワルシャワ国際空港ですね。4列シートのバスだ。これトイレあるんかな。それでは16時間40分の旅始まります。まずはねウクライナとポーランドの国境を目指すところが一番のポイントかなと思うので、乗っていきましょう。ドライバー兼受付のおじちゃんはめちゃくちゃ優しかったです。日本のパスポートを見て、いつもと同じようにかなり驚いてました。残念ながらトイレないですね。行きに乗ってきたバスよりもちょっと小さいというか、あれはすごいでかい2階建てバスだったんですけど、ただね座席に関してはねこっちの方が優しい感じ、柔らかいです。行きのあれは硬かったもんな。でコンセントもあります。ただ USB じゃないんでプラグ必要ですね。持ってるんで大丈夫なんですけど、あと足置き、これも前なかったですね、行きは。どれぐらい乗ってくるかですね。今私は通路側を取ったんですけど、前の方はねもう埋まってました。なんでなるべく隣がいない空席のところを狙って取ったんですけど、隣来なかったらまだいい。よく見たらトイレありましたわ。よかったよかった。この後、キエフ駅とか、あとリビウという場所にも泊まって、でポーランド入って、ポーランドでもいくつか泊まっていく感じです。
ちょっとねきついですよね。頑張ります。はい、あとはね飲み物とか、あとちょっとしたお菓子とかスーパーで買ったんでそれ持ってきました。飲み物ないときついよね。今ねバスに乗ってきたアメリカ人の方が旅行者だと言ってましたけど、このバス長いよねみたいな、ベリーロングタイムって言ってました。はい、意外とやっぱいるんですね、旅行者が。日本人は多分いないですけど、今アメリカ人って言ってましたね。カーテンとシェードが両方あるんですね。結構作りとしてはなかなかね高級じゃないですか。あとこのバスにも Wi-Fi があって、行きと同じくですねスターリンクでした。フィリックスバスは今もうスターリンク搭載標準みたいな感じなんですかね。爆速です。はい、びっくりするぐらい爆速。その辺のね日本のビジネスホテルとかカフェより早いですよ。これは結構ありがたいですよね。で行きもだいぶ使いましたけど、割とどこ走ってても繋がりました。途切れることがなかったですね。エンジンが切れても Wi-Fi 繋がってましたから。はい、ということで2分早く出発しました。お客さんが多分全員乗ったんでしょうね。今んとこ空席だらけですけど、多分途中でガンガン乗ってくると思います。予約をね座席指定するとき半分以上埋まってましたから、後ろは空いてたんですけどね。直前で席決めてないコスパ重視の人が後ろに来ると思うんで、そしたら多分後ろの方がパンパンになるっていうのがフィリックスバスのいつもの流れだと思うので、そう隣人来ないようにするにはね、前のね方に3ユーロぐらい払って課金した方がいいんですけど、今回ねできなかったんですよね、このバス。なんで後ろになっちゃいました。正直マジで気が重いです。16時間40分バス乗ったことないよ。きついな。途中で何度か止まってねタバコ吸ったりトイレ行ったりはできると思うんで、行きでも結構あれきつかったもんな。こんな明るい時に出発して、明日の朝5時20分とかですかね着くの。今の段階では数えるとお客さんは全部で私を入れてジャスト10人。これぐらいで言ったら最高ですけどね。しばらくはもうウクライナに来ることは多分ないというか来れないと思うので、しっかり街の景色を目に焼き付けておきます。素晴らしい街でした。それで今キエフ駅の、バスセンターに着きました。セントラルバスターミナルとここが2大拠点になってるはずです。ここから乗ってもね良かったんですけど、ホテルからだとさっきのセントラルバスセンターの方が近かったので、値段とかも全部一緒なんで、はい、あそこから乗りましたけど、人いっぱいいますね。どれぐらい乗ってくるんだろうな。はい、食料は日本から持ってきたアルフォートとか、あとウィダーインゼリー系ですね、持ってきました。別に途中でね買えるんで持ってこなくてもいいと思うんですけど。ということでキーウバスセンター、出発しました。止まってる時間10分ぐらいでした。で私の横にはお客さん来なかったんで、数時間この先次のところまでは広いですね。このまま行ってくれたら最高ですけど、逆にね前の方がいっぱいになりましたね。はい、これはある意味課金しなくて後ろだった方が正解なのかもしれない。とりあえずバスは、出発しました。こっからが長いですね。昨日あそこのカフェでコーヒー飲みました。トラムで降りたところですね。走りましたかね。多分間もなく止まると思います。バスがちょっとなんていう街かわかんないんですけど、だいぶ田舎の方ですね。そこでまたお客さんが乗ってくるのかなとは思いますけど、相当あれですね、人が少なくなったというか、戸建ての家が
多いんですけど、ちょっとすいません、窓ガラスが汚すぎてぼやけてますけど、全然キーウの街とは雰囲気が変わりました。Так и у нас была ситуация, как бы, да, и ты типа ответ. Но это такие, вот, что дурак, ты нет. Раме, вот трое запраску раме. はい、ということで今外に出ました。トイレだけ行ってきました。10分しか止まらないんで急いで行ってたんで、なかなか動画撮れなかった。なんていう街か分かんないけど、だいぶ田舎町。とりあえずトイレとタバコは済ませれました。よかったよかった。だいぶ寒いですね。キーウより寒い気がする。ちなみにトイレはね有料だったんで、ウクライナの現金が必要だったんですよね。一応持ってたんで初めて使ったんですけど、大きいお札しかなくておばちゃん困らせちゃったんですけど、全然問題ないよって言って笑顔でやってくれました。よかったよかった。一番大きいお札だったんですけどね、わずか多分10円ぐらいのために崩してもらったんですけど、いやめっちゃ急いで戻ってきました。ということでバスは動き出しました。お客さん来なかったです。はい、なんで結構ラッキーかもしれません。他いっぱいなんで。で次がねリビウという街です。ここは聞いたことあります。でリビウはポーランドに一番近いウクライナの大きな街のはずです。でここは結構ねロシアのミサイル攻撃もあるんだけど、やっぱポーランドが近いっていうのと、多分一生懸命ウクライナ軍が守ってる場所だと思いますけどね。いろんな物資とかも運んでくるようなところだと思います。違ってたらすいません。今回ね全然行ってないんでキーウ以外は分かんないんですけど、トロリーバスとかも走ってるような街ですね。どれぐらいの規模なのかは分かんないですけど、キーウはかなり大都会っていうか大きな街でしたけど、この辺のレベルになってくると、自分がねもう何年も前の話なんですけど、サハリンに行った時になんか似てるなって感じ。ウラジオストクにも似てるかな。ロシアの中規模的な街みたい。建物とかがほとんどそういう感じに見えますね。ただやっぱり破壊されてるやつとか戦車とかまだ見てないです。ずっと気になってたんですけど、自分の斜め右に若いお母さんと男の子2人連れた、家族がいるんですけど、1人男の子はちょっと大きいんでおとなしくなんかゲームやってるんですけど、もう1人の子がすごいちっちゃくてですね、なんかすごい騒いでるんですよ。でなんかお母さんもねもう別件もあるとは思うんですけど、ちょっとなんかもう疲れ果てて今泣いてるんですよね。だからちょっとすごい横でなんかすごいことが起きてて、でもなんかなくしたのかな。なんかずっとリュックとかも探してるし、で子供は言うこと聞かなくて暴れてるんで、お母さんがなんかすごいかわいそうですね。助けてあげたいけど言葉も多分英語も分かんないし、なんか壮絶な感じになってます横が。自分は子供をまだね授かったというかできたことがないですけど、やっぱり男の子と女の子だと絶対女の子の方がいいですよね。もう男の子、自分男ですけど本当に言うこと聞かないですよね暴れまくって皆さん子育てしたことある人どう思いますか？お母さんもなんか泣いちゃってますからね。多分ですけど、ちょっとさっきちらっとしか見てないけど、近くのお客さんに多分ねお母さん怒られたんですよ。子供があまりにもうるさいから。日本だと多分子供に怒ると親は切れますよね。まだなんかウクライナって結構そういう文化で昔の日本みたいなところがあるんですかね。今もう日本はなんかもうなんか自分としてはおかしいなと思うところもいっぱいありますけど、
もなくですね、リビネという町に、泊まります。のバス停に泊まります。勘違いしてました。リビウとね、リビネ両方あるんですけど、リビネの方でした。リビウ行くと遠回りだからおかしいなと思ったんですけど、リビネという町のバスターミナルに泊まって、次が、国境です。ということで、トイレとタバコ休憩ができますね。5分しか止まらないとか言ってても15分ぐらい止まってますね。バスも結構スピード出してて速いです。で2時間か3時間に1回止まるんで、意外とまだ持ちこたえてます。ていうか隣来ないからね、結構いけそうです。これで16時間40分長いですけど。はい、ということで18時33分リビネという街を今から出発します。でこの後まだしばらく走って、さっきも言った通りイミグレーションがあると思います。ちゃんと調べてないんで分かんないんですけど、モルドバの時はかなり緩かったというか、一切私は何もしなかったんで、バスの中にいるだけで全部終わったんですけど、ポーランドはね、もしかしたら降りて荷物検査とかあるっぽいような気がするんですよね。他の人の渡航のブログの記事とか見ると、それはそれで別にいいんですけど、どんな感じなのか。あとポーランドの方が混んでるのですごい時間がかかる可能性がありそうですよね。距離的にはね、もうすでにワルシャワ、あと半分っていうぐらいです。なんでキーウからワルシャワまでのも今中間地点ぐらいなんで早かったですね。ちなみに先ほどの、停車でも隣にお客さんは来なかったんで、多分もうこのままワルシャワまで、2席隣ね、人いない状態で行けると思います。だいぶ違いますね、これね。結構混んでますけど、あと飛行機と同じくですね、私の周りに子供が集結しております。さっきも新しいファミリーが乗ってきました。ということで、先ほどのね、停車した街から次はもうイミグレーションかと思ったんですけど、もう一箇所ね、ルーツクという街で泊まるみたいで、その後がイミグレーションで、次はもうポーランド側のバス停かな、バスストップ、に泊まるみたいなんで、ちょっと自分勘違いしてました。まだ今からこの後ルーツクというところ間もなく到着します。はい、で今ね19時42分なんで、もうバスに乗ってから8時間ちょいは超えましたかね。はい、8時間ちょいです。つまりあと半分ぐらいですかね。行きの時のね、モルドバから、キーウに行った時は関西空港から13時間飛行機に乗って、その後に14時間ぐらいのバスに乗ったんですよね。あの時めっちゃきつかったんですけど、今回はそれがないので、16時間40分ってめっちゃ長いんですが、ホテルで十分休憩して整えてから乗ってるし、今のところまだ大丈夫ですね。もちろんね、お尻は爆発寸前で痛いんですけど、もうこれも覚悟してたんで、はい、我慢してますけど、でもさっきも言った通り3時間おきぐらいにタバコ吸えるんで、トイレも行けますし、外出れるし、まだいいですね。ということで、ルーツクという街で今泊まっております。聞いたことあるなと思ったけど、イルクーツクとは違いますね。ただルーツクっていう街ですね。はい、すいません、特に情報はないです。ここもトイレとか、あとちっちゃな売店とかあって、皆さん一斉に降りてね、タバコ吸ってます。バスの多分乗ってる人半分以上タバコ吸う人ですね。心強いっすわ。女性の人もすごいウクライナタバコ吸いますね。ウクライナ人だけじゃないと思いますけど、ここでタバコ吸ってたらめちゃくちゃ可愛い女の子が話しかけてきて、最初英語だったんですけど、SIM カードをね買わないかっていう勧誘がありました。で、日本人って言ったらちょっと日本語喋れました。ちょっと日本語喋れるって結構すごくないですか、ウクライナの人がアニメとか見てるからかな。逆に日本人ちょっとウクライナ語喋れますか？喋れないでしょ。すごいな。なんか若い子たちってやっぱすごい見るんですね、アニメとか。多分そうだと思う。深くは聞かなかったけど、SIM カードいいですって言ったら、ありがとうございました、さようならって言って行きました。20時24分ルーツクを、出発です。この後間違いなくウクライナとポーランドの国境ですね。英語の放送は一切このバスはないですね。基本的にウクライナ語。
それで今22時を回ったところなんですが、こちら国境ですね。ポーランドとの国境です。今ウクライナ側のイミグレーションに今並んでて、ちょっと時間がかかりそうですけど、トラックがやばそうですね。トラックはなんとね3日間かかるそうです。すごくないですかイミグレーション通過するのに。ちょっとあまりにも寒いんで中に戻ってきました。もうすぐね国境のゲートに行くと思いますが、はい、トラックとかは3日かかるっていうのはすごすぎますよね。やっぱりこのポーランドとウクライナのこの国境はすごい大事なんですね、この物流に関しては。はい、でこの後イミグレーションですけど、多分乗り込んでくるパターンじゃないですか、審査官が。全然わかんないんですけどね。はい、22時。結構もうお尻が限界ですね。それではゲートに、それではゲートに向かいますね。はい、とりあえず今一度全員降ろされまして、荷物はバスのままで、パスポートコントロールの部屋に行って、入り口で、自分の名前の確認だけあってパスポートを渡して、また今バスに戻りました。特にX 線の検査とかそういうのないですね。多分イミグレーションも多分そういうのないですね、きっとね。名前の確認だけでしたね。で多分このまま今すごい渋滞してるんですけど、出口の方に行くともうスタンプが押してあるパスポートを返してくれて終わりかなと思いますが、分かんないですけどね。多分結構遅い時間なんですよね。もう、ずっとこんな深夜の間にやるんですね。すごい渋滞してますからね、トラックが。バスはね専用レーンなんでちょっと早いです。ということでパスポートが返却されました。もうウクライナのね出国スタンプをされてました。質問とかもほぼなく、このまま終わりですね。はい、ウクライナロシアスタンプあっても何も言われなかったですね。入国も出国も。でこれから、ポーランド EU に入るための、入国審査からねもう一回多分バスを降りることになります。これがちょっとめんどくさいですね。モルドバの時はもうなかったんですけど、今またバスが止まって免税ショップのなんか買い物タイムですなんか普通にこの今10分ぐらいの間で買い物するならどうぞみたいな感じで降ろされました。でもちろんタバコが吸えるんで皆さんタバコ吸ってます。はい、この後 EU の方に入ります。案外あっさりですね。なんかもっといろいろあるかと思いましたけど、他の人のねブログの記事とかを見ると結構めんどくさそうな感じがあったんですけど、見事にあっさりでした。出入国一切質問なしです。こんなもんなんですかね。日本のパスポートが優秀だっていうのもあるかもしれませんが、ただね行きに関してはバスでウクライナ入国できない人が2名いましたからね。今回は全員もう即多分スタンプって感じですぐ返却されましたけど、免税店で買い物する時間があるぐらい順調にいってるんだと思います。待ち時間もそんなにないですね。はい、23時、28分ですね。これからポーランド側のイミグレーションがあります。今ウクライナとポーランドの間の国境の川を渡っております。これ橋ですね。ちょっと暗くて多分見えないですけど、でこの橋の真ん中、ここからポーランドです。これ多分真ん中ですね。はい、今段差をくぐりましたんで、はい、ポーランドの、領内に入ったと思います。でもうすぐそこにイミグレーションありますね。ということでポーランド入国完了いたしました。質問も何もなくで無言スタンプでした。ただね荷物の検査とかはがっつりありました。がっつりっていうかX 線通すだけですけど、はい、全員降りて荷物も全部持ってやるタイプでした。でこれは結構時間かかってますね。はい、今外で待たされてるんですけどめちゃくちゃ寒い部屋みたいなのないんですね。終わったら外出ろみたいな感じなんですけどもうマイナス1度ぐらいあるんじゃないかな。寒いな。はい、とりあえずこれでモルドバからウクライナからポーランド
全てね自分の中で、完結しました。山場あるかなと思ったんですけど、出入国に関してはもう全く問題なく、全ての工程で1回も質問はなかったです。全てのイミグレーションが完了しました。23時34分です。結構時間かかりました。とりあえずこれでもあとワルシャワの空港に目指すだけですね。あと1回止まると思いますけど、朝の5時までまだあと5時間あるからね。あと5時間乗らないといけないんだ。きついな。あれから2時間ぐらい経ったんですけど、間もなくワルシャワの空港に到着します。早かったです。3時17分なんで2時間以上早く到着になります。ということで着きました。長かった。2時間早く着いたけど、それでも14時間40分博多号だよね。疲れた。もうしんどい長かったです。寒い。ちょっとあまりにも寒すぎるんで今空港の中入りました。すいません、もう髪もボサボサです。本当に疲れた。今年一番疲れたかも。この1回での移動で一番きつかったかもしれない。いやー、でもなんとかね、ウクライナから陸路で基本的には何の問題もなくたどり着くことができましたよ。平和な世界の方にね。話したいことはねいろいろあるんですけど、ちょっともう私体力の限界なんで、シャワーも浴びたいですし、寝ないとねぶっ倒れそう。もうほとんど徹夜というか24時間以上寝てない感じなんで。今空港の目の前にですねマリオット系のコートヤードとルネッサンスホテルがあるんですよ。でそちらの2つのホテルだったら、自分の今の上級会員の力を駆使して今からね予約してチェックインして中入れるかもしれないから、ちょっとどうしようかな。市内までもう移動するのちょっともう正直めんどくさいですね。ホテル探して。で明日ねもともとこの空港から出発するチケットを持ってまして、もともとね明日こちらの空港に到着する予定だったんですよ。ポーランドで宿泊する予定は考えてなかったです。ただねウクライナでの私の目的だったツアーが参加できなくなったんで、1日ね滞在を短くして、逆にポーランドで1日ね余裕が生まれたんですよね。そうかといってポーランドでちょっと観光するのももう体力的に厳しいというか、この前来ましたしね、5月ぐらいに。とにかく今体を休めることに集中したいと思うので、ちょっとね迷うな。どうしようかな。すごい高いんだよな、当日予約だから。さっき見たらね4万円ぐらいする1泊。でもこの4万円払って空港ホテルで体力回復っていうのもいい選択肢かもしれないけどな。でもかといって4万か。迷うな。以前の世界一周で来た時よりだいぶホテルの値段上がってるかも。当日予約っていうのもあるかもしれないけど、前回1万2000円とか3000円ぐらいでマリオット泊まれたんですよね、市内の。もう今その値段じゃどこも泊まれないです。ホリデーインですら2万8000円とかするんで、だいぶ高くなっちゃったな。もういいや、考えるのもめんどくさいな。もう高いけど4万円でちょっと今から予約します。ということで、たった今空港目の前にあるマリオット系のルネッサンスワルシャワエアポートホテル、予約しましたよ。まだねマックとかお店はね一つも開いてないんですけど、空港の目の前のホテルに泊まればここにも食べに来れるし、あとラウンジとかもあるか、朝食もあるし、ちょっとべらぼうに高いけど、もうちょっとシャワーを浴びて寝ることを優先したいと思います。ちょっと部屋に着いてからちょっと最後お話しします。とりあえずねお腹が空きすぎて、昨日最後マックを出発前にウクライナのバスターミナルで食べてからまともなもの食べてないです。チョコとかちょっとかじったぐらいで、なんか食べ物欲しいですね。サブウェイやってるわ。24時間なんだ。これはありがたい。と
ということで、あまりにも空腹だったんで今ホットドッグ買いました。超お腹空いた。多分ホテルにチェックインしても今日の朝ごはんは多分普通は食べれないですよね。気を利かせてなんかいいですよって言ってくれるかもしれないけど、もうちょっともう先にパン食べちゃいます。大して美味しくないんですけど、お腹空いてるとあったかいですし美味しく感じますね。あと疲れが一気にきました。安心感と、いやー、とりあえずなんとかワルシャワにつけて嬉しい。とりあえずホテル行きましょう。ちょうど目の前に見えてるこの黒い建物がルネッサンスホテルです。はい、出発ターミナルの目の前なんで超便利ですけど、4万円は高いな。はい、それじゃあ入りましょう。寒すぎる。ということで秘宝です。今ねチェックインに来たんだけど、予約はできたんだけどね、今日フルブッキング、もう満室らしいんですよ。だから私をね部屋に入れることができるのが15時と言われました。なんで15時って言って今まだ朝の4時だからね、10時間以上待たないといけないから、それだったらこの4万円払って空港の目の前のホテル泊まる価値ないなと思って、で今キャンセルできるかって言われたら無料で当日予約したんでね、普通だったら全額返金ないんですけど、今キャンセルしてあげるよって言われたから一旦ちょっとキャンセルしました。マジか、ここへ来てねこのホテル探すのもうしんどいんだよな。隣のコートヤード、あそこも高いんだけど、そっちにしちゃおうかな。それか街までタクシーで移動して行くか、ちょっと悩みますね。考えます。疲れてる時にこれきついな。そっか、満室なんだ。それはちょっと予想外だった。空港ホテル満室ってあるか、ありえるか、あんまないかなと思ったけど、今ですねいろいろ調べてたんですけど、このホテルの横にあるねコートヤードホテル、これもマリオット系なんですけど、これ1泊3万ぐらいでそれも高いんですけど、調べたらね今日の日にち出てこないんだよね。だから多分満室だ。だから多分泊まれないわ。ということで空港ホテルで泊まるという選択肢がなくなりましたんで、結局街行かないといけないわ。どうしようかなって今悩んでて、もうそれだったら、ね、ここも4万で隣も3万だから、街の方がもうちょっとこれぐらいの金額払えばいいホテル泊まれるんで、インターコンチネンタルがねワルシャワあるんですけど、1泊3万5千円だったんですよね。ここよりは5千円ぐらい安いで、街まで7キロぐらいなんですよね。でボルトですぐ行けるんで、インタコを今から予約して、泊まりに行きますか。インタコを予約して、ここであれば早くからチェックインできると思うんで、で朝食もついてるし、はい、ちょっと手間ですけど、はい、修行にもなるんで、はい、ちょっとじゃあ行きましょうか。いや、こんなに高いんだね今ワルシャワね、ホテルね。前すごい安かったのにな。それで今ボルト呼びました。もう何でもいいから早くホテル入りたいって感じです。移動しましょう。ということで空港から10分ぐらいで着きました。まさかインタコ泊まるとは思わなかったな。チェックインさせてもらって部屋に入りたいです。もう限界。よし、チェックインできました。部屋に行けます。朝のね今ね5時20分です。よし、なんとかゆっくりできそうです。さっき予約して今チェックインですからね。アップグレードは多分ないですけど、もう問題ないです。インタコなんて贅沢ですけどね。角部屋だ。ちょっと期待できるかも。やっぱり角部屋率高いな俺は。
それでは部屋に入りました。あれちょっとこれいい部屋なんじゃない？スイートか。マジ？さっき予約して、今受付で何も言われなかったけどな。バカ広いんですけど。なんかリビングとかもあるし。で、こっちが寝室。はいはいはい。角部屋だからやっぱ景色も、まあいいですよね。ちょっと今暗いですけど。これびっくりだ。まあでも、35,000円ですからね。高いっちゃ高いんですけど。これは予想外でした。あとは、うわ、広いね。あ、バスタブもしっかりあるわ。で、シャワールームも別にあるから。これ多分スイートだな。何スイートとかはわかんないけど。これ見ても、ここ広いもんね。ここだけこんだけあるもんね。それで今シャワーを浴びました。ちょっとぶっ倒れそうなんで、もうちょっと先に寝ます。おやすみなさい。はい。それであれからちょっと仮眠を取りまして、今起きました。だいぶね、頭がすっきりしたというか、ちょっと疲れが取れました。あまりここで寝すぎてしまうとね、夜寝れなくなるんで、一旦ちょっと今起きまして、で、ちょっと、この周りね、お店いっぱいあるんで、ちょっとだけ、せっかくワルシャワにいるんでね、まあ今日だけしか時間ないんで、ちょっとだけ街を見たりとか、ちょっと買い物とか行って来ようかなと思います。久しぶりの、なんか、ポーランドって感じがしますけど、それで今近くのショッピングモール来ました。歩いて5分ぐらいの場所に、あったんですけど、充電のね、コンセントの頭というかプラグをちょっとなくしてしまいまして、多分バスに置き忘れた。ちょっと今それを買いに来ました。すごい大きいショッピングモール。すごいな。すごい大きいショッピングモールですね。ということでヨーロッパタイプのコンセントのアダプター買いました。いやー、無駄金でしたね。こんな日本で買ったらもっと安いんですけど、こっちだと1000円ぐらいしますね。まあ、なくすのはあるあるですよね、あのアダプターね。とりあえずブラブラして買い物してから部屋に戻りましょうか。お腹も空いたな。まだクリスマスよりかはちょっと早いから、そんななんかクリスマス推しではないですね。あと 1,2 週間したら多分何でもかんでもクリスマス雰囲気があると思うんですけど、ポーランドも多分綺麗だと思いますよ、クリスマスの雰囲気は。めちゃくちゃ寒いわ。でも空港からこのワルシャワのね、街の中心部まで、まあ配車アプリ使えば10分ぐらい、距離でいうと6キロぐらいなんで、まあ電車使って節約してもいいけど、すぐ来れるんでね、そんな高くないし1000円ぐらいで多分来れるんで便利ですよね。これがサムスンって書いてあるのがマリオットのホテルだったと思うんですけど、今もうなくなったんかな。マリオットじゃなくなったっぽいな。でもカジノはあるでしょ。行ってみましょうか。マリオットじゃなくなったんだ。違うブランドのホテルになったみたいですね。ああ、確かに桜の木とかこの辺は変わってないですね。はい、5月に世界一周した時にポーランドに来た時の動画をアップしてるんで、よかったら見てください。はい、とりあえず今からカジノに行きます。2ヶ月間我慢してたカジノ行ってきます。ということでカジノ行ってまいりました。2ヶ月ぶりですね。はい、もう顔でわかると思いますけど、勝ちました。よし、すげえ久しぶりに勝った。いや、2ヶ月我慢した甲斐がありましたね。一気にお金が増えました。全部でね34万円ぐらい勝ちました。で、日本円でね全部欲しかったんですけど、そのカジノの両替所に日本円がね10万円しかないってことで、それだけもらって、あと全部ユーロに変えました。これは1500ユーロぐらいありますよかった、旅費は全部回収したかなって感じですね。はい、やっぱりポーランド、私は相性いいかもしれないですね。目が覚めました。さっきまで眠かったんですけど、9月10月はね結構なんか運がないなって思ったんですよね。やることなすこと、なんか空回りだったんですけど、ちょっとお遍路も行ったし11月12月また1月とね運が上がってくって聞いたんでよかったっすよ。まあ何の科学的根拠もないですけどね。でもちょっときつい旅をしてきて最後に勝てて、すごいいい感じで終われそうで泣きそう。今回すごい大変だったからね。よかった。なんかいい思い出になったな。ということでホテル近くにあったなんかステーキとかなんか何でもある系のお店に来ました。適当になんか
食べましょうか。あったかいスープあるね。味はね美味しいんですけど、残念なのがぬるいです。やっぱりお店の人にそそのかされた感はありますけど美味しいんですけどね、これちょっと残念だな。あとはサラダが来ました。これは多分ステーキ頼んだらついてくるやつですね。まあうまそうっちゃうまそうですね。肉は結構、安いんだと思いますよ、牛肉はね。これでねスープつけて多分3000円ちょいか、それぐらいだと思います。まあカジノに買ったから食べるっていうのもあるんですけど、べらぼうに高いわけではないですよね。だいぶ硬いな。ちょっと焼きすぎですね。しょうがないか。いただきます。アフリカで食べたやつよりかは美味しいかな。でも元気が出そうでいいですね。最後に紅茶をサービスしてくれました。やっぱりアラブ系の店かなこれ。店員さんアラブっぽいですね。でこの紅茶見る限りアラブですよね。最後に嫌な思いをちょっとしました。日本人だから30ユーロ現金でチップを置いてけって言われました。拒否しました。10% だったらいいけど、現金でなんでユーロなんですかって言って、ポーランドのズオティじゃなくてですかって言ったら現金がいいって言ってました。なんでちょっと断りました。ということでホテルに戻ってきました。ちょっと最後ねイラッとしたというか、ね、お店の人ありがとうとかお見送りすらなかったですね。そういうことですよ。日本人だからお金あるから取ってやろうっていうのは、そういう人もいますからね。だって30ユーロって食べた商品の代金と同じぐらいのチップですからね。ありえないですよね、普通だったらね。そうだからクレジットカードでじゃなくて現金で30ユーロくれっておかしいなと思いました。ポーランドそういう人たち少ないと思いますけどね。いい人たち多いと思いますけどね。ということで今回はウクライナから陸路で16時間40分かかるバスでですね、移動してなんとか出国できました。2時間ぐらい早く着いたので、14時間40分ぐらいでポーランドのワルシャワ空港に着きましたけど、本当にきつかったですね。ただイミグレーションあんな感じだったんで、日本のパスポートってすごいなと思いましたし、いろいろやってみないと分かんないことっていうのはね、まさしくこれだなと思いましたね。この先もしウクライナに行くという方、用事も含めて行かなければならないという人もゼロではないと思いますので、参考にしていただければと思います。それで明日ね、こちらのホテルをチェックアウトしてまた空港に戻ります。でポーランド出国して次の国に行きますので、その様子をお届けしたいと思います。正直言うともうね、日本に帰る段階に入ってきてるんですけど、次回それまたお話したいと思います。ご視聴ありがとうございました。